撃の美食学。それから塩を振ります。すると柑橘系の何かを細かく刻み、なんとそのままカツオのたたきの上に果汁を絞るんじゃないの？食感がいいね、やっぱね。ちょっと濁ってね。夏はね、ブシュカン？実は先ほどカツオのたたきの上に振りかけていたのはブシュカンと呼ばれる柑橘類の一つ。独特の香りと、それから果汁の酢がですね、柔らかい酢なんですよ。鼻にツンとくるじゃないですか。ああいうのがないんですよね。だから非常に邪魔をしないとか、料理の素材の邪魔をしないという。ところでブシュカンって何？四万十地域では柚子よりブシュカンという人も数多くいるほど食卓に根付いているブシュカン。そんなブシュカン、皆さん知っていますか？高知の料理はとにかくかける。柑橘類をガンガンかける。めちゃくちゃ効いてます。実はこの柑橘系のもの、高知県ではある名称で呼ばれている。高知の文化に詳しい竹村さんによると、食べるみかんじゃなくて酢で使う、絞って使うみかんのことを高知県では酢みかんと呼んでまして。酢みかん？そう、直接食べるのではなく絞って使う高産柑橘類のことを高知では酢みかんと呼ぶのだ。しかしこの酢みかん、十数年前まではだいたい一般的に農家の畑とか田んぼとかの家に必ず1本か2本は植えられてたんですね。だから一般に売られてなかった。日曜市なんかに行ってもなんか置いてあるわけですね。これはおばちゃん何このみかんはって聞くと、酢みかんよねって言われてたんです。だから名前も多分売ってる作ってるおばちゃんたちの詳しい名前も知らずに、もう酢みかんって言って売ってた。要するに絞りかけるみかんなんだから今の時期はこれよねっていう感じで、あんまり名前も知らなかったんではないのかなと思います。そこで竹村さんが高知県内で酢みかんと呼ばれるものを集めてみると、なんとその数30種類もあったのだ。我々もよく知る柚子やかぼすをはじめ、あまり聞いたことのない島橙やからたち、そしてヘベスやカラマンシーなど、それぞれ色も大きさも全く違う。実は高知には季節や食材に合わせ酢みかんを使い分けるという独自の酢みかん文化があったのだ。家に、基本庭があるところみんな植えるがいですよね。何年か経つとこの木が何かを忘れちゃうがいですよ、みんなが。30種類ある酢みかんの中で特に人気が高いのが柚子、直七、ブシュカンの3つ。中でもブシュカンは今がまさに旬。なぜブシュカンは人気なのか。日本の生産量のほぼ 100% を誇る四万十市の生産農家さんにその秘密を聞いてみた。すみません、お忙しいとこよろしくお願いします。このゴルフボールくらいの大きさの緑色をした実、こちらがブシュカン。ねじって取ったらここのヘタを取って
ってしまうと匂いが飛ぶんで、ヘタを残して取ると匂いが包まれる感じがね、食べる時にふわっと香りが広がります。今ちょっとこうやって傷をつけて匂いを嗅いでみるとどうですか？柑橘のちょっと爽やかな優しい匂いが出てくると思います。そう、ブシュカンの特徴は爽やかな香りと他の高産柑橘類と比べまろやかな酸味。それゆえ素材の味を消さず引き立てるのだという。中でも今の時期しか食べられない超希少なメジカの新子との組み合わせは絶品と言われる。まさに名脇役のブシュカン。しかし正直300本しか生き残ってません。栽培ノウハウがなかったんですよ、最初。全然。実はブシュカン栽培、一筋縄ではいかない苦労の連続だったのだ。四万十市で40トンほど生産されるブシュカン。しかし十数年前までは農家の軒先に実る名前もない小さな柑橘類だった。なんで栽培を始めようと思ったんですか、ブシュカン。いや、もともとね、もう5、6年前、16年ぐらい前にこの町の飲食店が集まった飲食店組合っていうのがあるんですね。レストランとか居酒屋さんとか統一メニューを作ろうよと、郷土の統一メニューっていう、例えば四万十川の資源を利用したものだったら多分将来的に枯渇していくだろうと。そうするとみんなが奪い合いになってダメだから他に何かないかということで、いやブシュカンっていうのがあるじゃないかと。地域の食文化を広めたい。そこで白羽の矢が立ったのがブシュカンだったのです。1000本植えることから始まったということですね。それが13年前です。しかし正直300本しか生き残ってません。栽培ノウハウがなかったんですよ、最初。全然。だから1000本植えたら1000本育つと思ってたんですよ。軒先で勝手に育っていたブシュカン。しかしいざ大量生産しようとすると3分の2が枯れてしまったという。その理由はカミキリムシがこの柑橘類にはたくさん飛んできて、葉っぱの上で交尾して根元に卵を産みつけるんですけど、根元に卵を産みつけられると果樹が栄養する形成層っていうところが破壊をされて、この果樹が栄養を吸い上げられなくなって枯れてしまう。そう、たくさんのブシュカンの木を植えた結果、カミキリムシが大量に発生。木を腐らせ穴まで開けられてしまったのです。さらに害獣、例えばイノシシだとか鹿だとか、もう鹿もブシュカンの葉っぱとか大好きなんで、鹿にこれ葉っぱを枝をかじられると3年ぐらい成長止まりますんで。軒先で育っていたのだからと軽く考えていたところ大苦戦。そこから自分たちでブシュカン栽培のノウハウを作り上げていったのです。害獣よけのフェンスを張り、カミキリムシが住み着かないように草を刈る。採算が取れるようになったのはなんと6年後。そしてブシュカンの生産量は増加。しかし四万十地域以外の人々に認知されたきっかけは意外な商品だった。焼酎なんかに割り剤として飲んでたんですよ、この辺の人たちは。でそれをぜひ商品にしようということで、ブシュカンの酎ハイですね、それをブチュハイという名前にして。すると今では、すいません、ブチュハイ4つください。ブシュカンをそのまま酎ハイに入れるブチュハイが大ヒット。さらにブシュカンの魅力は種がですね柔らかいんですよ。
ですから種も刻んで一緒に実と刻んだりすると一緒に食べられるんですよ。捨てるのはもうヘタのところぐらいのもんですね。ヘタ以外は捨てるところなし。さらにブシュカンの魅力は味だけではない。沢村先生によると、消化が良くなるということになります。味に締まりを与えるわけなんですね。食欲増進でギュッと絞ることによって非常に爽やかな香りなんですね。幸福感といいますか、食事をより楽しくする、エネルギー源にもなりますし、健康的にもいい食べ方だと思いますね。四万十地域のブシュカンは今や高知県全体、そして日本全国へと広がりを見せつつある。地元愛というか郷土のものを世に出していって、物と人がつながるような産業にしていきたいですね。東京港区にあるザ・リッツ・カールトン東京。フランスでアジア人初のミシュラン3つ星を獲得したシェフ小林圭さんが監修するフレンチレストラン。こちらで出される白甘鯛の鱗焼き、実は高知の食材が使われているというのですが、どれかわかりますか？シェフの村島さんに聞くと、今日の魚のソースもそうなんですけど、本当はレモンを効かしたいところをある程度ちょっと抑えて、その分魚が乗ってて潰していくときに鱗の中に言えばこの粒々が入りながら、どこかでその酸を補ったりソースを混ぜるときにそのわざと酸味を落としてる分、それがプラスになって完成するみたいな。鯛の上に乗ったこの透明の粒が高知産のものらしい。一体これは？これはフィンガーライムです。フィンガーライム？そのフィンガーライムなるものを見せてもらうと、なんと果実を手で絞ると小さな粒々が出てくるではないか。これがフィンガーライム。プチ感と爽やかさといえば、もうあと香りですよね。やっぱりその一粒一粒が膜で覆われてるっていうがあるんで、やっぱり口に入れた時に弾ける感覚が一粒一粒の感じ方が全然新鮮であって、その都度香りが漂ってくる感じですね。13年前ぐらいからずっと探してたんですね。でも日本には冷凍のフィンガーライムしか入ってなくて、使うのも諦めてたって感じですよね。でも知り合いがフィンガーライムを生産者を見つけてくれて、その生産者、実は高知にいるんです。一流シェフをもうならす人物とは？高知独特の炭缶文化。直接食べるのではなく、絞って使う高産柑橘類のことを高知では炭缶と呼び、その数実に30種類もあるのだ。そんな炭缶は今新時代を迎えつつある。力を加え絞ると粒々が出てくるこちら、フィンガーライムというオーストラリアが原産の高産柑橘類。実はそんなフィンガーライムを栽培している方が高知県宿毛市にいるという。町田智隆さん41歳。初めて会った時名前は知ってたんですけど、食べてもう感動というかめちゃくちゃびっくりしたんですね。こんなプチプチしてなんだこの果物はって思って、なんかこの驚きをですね、日本の人にも知ってもらいたくて、日本で、栽培できる場所を探してたんですけども、なかなか新規作物すぎてどこの市町村もちょっと協力してくれなくてですね、僕100市町村ぐらいプレゼン回ったんですけど全部断られて、唯一この高知県の宿毛市だけが受け入れてくれて。千葉県出身の町田さんは高知に移住し、フィンガーライム作りを始めたのです。
なんか食感が、プチプチして、付け合わせ付け合わせです。ああ、なるほどなるほど。料理の一皿を引き立たせるための、スパイス的な立ち位置になります。主に使われるのは、例えば魚介類は何でも合いますし、あとはお酒にも合いますし、スイーツにも合いますし、もちろん肉料理にも合いますので、オールマイティどの食材にも合わせやすいっていうのが特徴ですね。ビタミン E が豊富で、全体的な栄養価でいうと大体みかんの3倍ぐらい。実は町田さん、フィンガーライムだけで29品種も作っており、それぞれ味も酸味も風味も違うという。そのためさまざまな料理店で使用され、徐々に認知度が高まってきているんです。宿毛市の名産にしたいので、宿毛市で同じようなフィンガーライム農家が増えて、日本全国の中で宿毛のフィンガーライムが一番うまいよっていうふうに言ってもらえたらめっちゃ最高です。僕も高知に来てスミカンっていうのを初めて知ったんですけど、スミカンの文化にお邪魔させてもらえたらなと思います。幡郡黒潮町、実はここに珍しいスミカンがあるという。それがこちら。でもこれ普通のレモンじゃないの？グリーンレモンを使ったピザを作りたくて。グリーンレモン？そう、先ほどのピザの上に乗せていたのは緑色したこちら、グリーンレモン。黄色いレモンとの違いは収穫のタイミングだけ。熟していない時期のものがグリーンレモンなんです。普通のレモンに比べ酸味と香りが強く、皮が厚いのが特徴。皮がやっぱり渋いんで、そのレモンの渋みがちょうど合うようにハーブをつけたっていう感じですね。このグリーンレモン、県内の主な産地は黒潮町。実は黒潮町が産地になった裏には、ある一人の熱い思いを持った生産者がいたのです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、お願いします。下村正幸さん、59歳。14年前、グリーンレモンの栽培を始めた人物。日本一のグリーンレモン産地にしようと、あくまでしようという形で。もともと高知県庁の職員だった下村さん。32歳の時、直接生産に関わる仕事がしたいと農業の世界に。そして今から14年前、グリーンレモン栽培を開始。しかしその栽培はおよそ8割が失敗すると言われるほど難しいものだった。みんなそれは涼しい時の方がいいですよ。でも人が嫌がる暑い時に収穫するのにやっぱり値打ちがありますよね。実は収穫の時期が違うだけで価格が倍近く違うのです。この日はおよそ200キロを収穫。黒潮町全体でもその生産量は増え続けているのですが、安定した量を収穫できるまで4年もの歳月を費やしたそう。試行錯誤を繰り返しながら見つけたグリーンレモンの独自の栽培方法。しかし若いもんを育てて、将来も日本一のグリーンレモン産地にしようということで、この作り方のマニュアルを作ってみんなに教えてます。そう、なんと栽培方法のマニュアルを作成。あくまでも目標は黒潮町を日本一の生産地にすること。さらに黒潮町の方に産地にしないかというふうな感じで持ちかけて、飲食店さんに無償でサンプルとして提供してメニュー作りをしてもらっとる。なんと料理店に無償でグリーンレモンを提供。その特徴を生かしたさまざまなメニューを開発してもらったのです。皮にやっぱり農薬とか含まれてないことが多いので、レモンのパスタを作るときにやっぱ皮が一番重要なところがあって、
この皮の苦みとかそういうのがこのグリーンレモンの特徴かなっていう。緑の皮を全体に振りかけて夏の涼しさを演出したクリームパスタ。酸味がスパイスとなっているケーキやクッキーも人気です。こちらのミルクかき氷黒潮レモンはミルク味の氷にグリーンレモンの甘酸っぱさが相性抜群。さまざまな料理に生かされる高知の炭缶。これからも炭缶を使った新しい料理が生み出されてゆく。皆さんに使ってもらえるいいレモンを作るのが私の仕事。